者向けのポッドキャストです。自然な話し方、自然な速さで話します。このエピソードのトランスクリプトは私のウェブサイトで無料で見ることができますので、学習に役立ててください。そしてこのエピソードで勉強した新しい言葉の意味とかいろいろを、私のペイトリオンサイトで見ることができるんですけれども、ペイトリオンサイトはちょっと有料の私のなんていうの、有料コンテンツが見えるサイトになるんですけど、今月でちょっと終わりにして4月からすべて YouTube のメンバーシップに移行することにしました。はい。なので3月中はですね、移行期間、変わる期間ということで、ペイトリオンで見れるものはすべて YouTube メンバーシップでも見れるようにします。で、YouTube メンバーシップの、メンバー募集しておりますので、こちら参加お待ちしております。はーい。そう、メンバーシップはね、内容あんまり変わらないんですけど、おやすみポッドキャストという別のね、タメ口ポッドキャストが聞けたりとか、どうなんですかね。そうだ。メンバー限定ライブを2週間に1回土曜日の朝にやる予定でして、それはですね、日本の、最新ニュースについてお話ししようかなと思います。日本で今何が話題になってんのかみたいな、何が、ニュースになってんのかみたいなことを、何が人気なのかとか、いろんなことを、2週間に1回生配信で、メンバー限定に配信していこうかなと思いますので、ぜひぜひ YouTube メンバーシップ、もう今月から始まってますので、一部ぜひチェックしてみてくださいね。で、ペイトリオンの皆さんは今まで本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ということで、移行するのでね、ぜひまた、ペイトリオンから YouTube のメンバーシップに移動してくれたら私は嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。これからも。はい。ということですみません。話が長くなりましたけれども、はい。今日はですね、私お風呂上がりなんです。全然違う話。お風呂上がりでちょっとなんかすごくきらめいてるでしょ、今日。ピッカーみたいな。お風呂上がりなんです、今。はい。なんか、今ね5時ぐらいなんだけど、3時ぐらいにちょっとお風呂に入りまして、優雅にこうやって、パーッて。なんか背徳感があるんだよね。昼にお風呂に入るみたいなやつって。なんか背徳感っていうのはなんか贅沢な気持ちになる。背徳感を感じます。なんかお風呂を昼に入ると贅沢な。だから余裕がある生活みたいな背徳感がありますよね。はい、ということで私は今ピッカピカです。はい、多分湯冷めしないようにしなきゃいけないよね。お風呂から上がった後ってポカポカじゃん。でも時間が経つとすごく体が冷えちゃうんですよね。で、それでね、風邪ひくんですよ、めっちゃ。これ湯冷めって言うんですよ。湯冷め。もうよくお母さんとかおばあちゃんとかに、はるかあんたそんななんか薄着してて湯冷めするわよあんたみたいなことをね、夜にお風呂入った後に外に出るなんてあんた湯冷めするわよってよく言われてたんですけど、みんな気をつけてね、湯冷め本当にするから、マジで風邪ひくから冬はね結構気をつけるんですよ。なんか上着とか着て寒くならないようにみたいな。なんか今このちょっと暖かくなった春、危険です。薄着しがちね。ちゃんと体をみんな暖かくしていこうね。はい。ということで、今日は全然違う話で、今日はですね、和風月明について話したいと思います。皆さん、和風月明って聞いたことありますか？和風の月の名前って書いて和風月明って言うんですけど、お月様の名前ではございません。月に日本の名前があるんだよっていう話ではなくてですね、1月から12月まで実は和名があるんです、日本で。はい。1月、2月、3月って言いますけど、別の名前が実は使われていることがあるんですよという話で、
まあ会話でごめんなさい、なんかポポポポポンって今落とした？大丈夫？めっちゃディスコードのちょっとディスコードがちょっとミュートにしよう。はい、失礼いたしました。で、普通の会話では1月2月3月って言うんですけど、例えばなんか小説とかなんか文章にした時とか、あと日本でカレンダー買った時とか、なんかいろんなところにその和風月名を使っていることが今でも普通にたくさんあります。で、この和風月名をね、今日ね、1月から12月まで紹介するんですけど、このなんで和風月名が付けられたかっていう名前の由来とかも、一つ一つすごく面白いので、皆さん、またね、日本の一つ、なんか知識というか、中級者、上級者の方、覚えておくと、もっともっと日本の理解が深まるのではないかと思っております。はい。前半はね1月から6月まで紹介して、後半は7月から12月まで紹介します。はい。ということで、これはね絶対覚えなきゃいけないものじゃないですよ。テストに出るよとか JLPT 出ますとかいう話じゃないです。ですけれども覚えておくと面白いという話ですね。はい。和風月名というのはですね、今だに使われてるんですけれども、主に旧暦の1月から12月の季節や行事に合わせて呼ぶ日本独特の名称って書いてあります。はい、ごめんなさいね。私今日はちょっといろいろ情報があるので、カンペなんかメモカンペって言うんだけど、カンペ見ながらお話しますけど、そうなんですよ。旧暦を元にしてる1月12月なんで、若干今の1月12月までと少しずれた名前があります。旧暦っていうのはですね、ルナカレンダーですね。英語で言うと。はい。月のね、あれで、月のあれで考えられた昔使われていたカレンダーで、日本ではですね、明治までその旧暦が使われていたんですよね。はい。っていう話ですけど。はい。じゃあ、1月から紹介していきましょう。1月なんですけれども、どんな、名前かというですね、六月と言いますね。10月じゃねえ。1月は六月です。はい。六月ってなんか聞いたことねえなって感じなんですけれども、はい。六月の無っていう字は結構ね、見たことない字かもしれないんですけど、なんていうの、月目かな、なんかよくわかんない字を書いてあります。ただ意味がありまして、仲睦まじいっていう言葉があるんですけど、仲睦まじいっていうのは、すごくなんか仲良しのちょっと難しい言葉なんですけど、すごい仲良しという意味なんですね。はい。仲睦まじいの仲睦の睦っていう字なんですね。睦月。はい。だからどういう意味でこれを作られたかというとですね、1月っていうのはやっぱりお正月なんですよね。で、お正月の時に親戚がみんな集まって仲睦まじくすること、仲良くワイワイすることから、睦月という名前がついたらしいんですよね。面白いね。ちょっと漢字難しいんですけど、はい。意味は仲睦まじい、仲良しの月って書いて1月。はい。これは正月から来てるってことですね。はい。1月から可愛い名前つけるね。昔の人は。はい。次、2月です。はい。2月はですね、全然月っていう漢字つくんですけど、読み方が全然変わります。如月と言います。はい。だから睦月如月ってきましたね。如月ですね。はい。如月というのはですね、漢字をね、中国の月名をそのまま使ったものらしいです。中国は起源なんだって、如月。はい。ただですね、この如月がどうやってついたかっていうのはいろいろな、なんか、いろいろなストーリーがありまして、如月っていうのは、別の漢字で、衣、服の漢字ですね。衣って書いて服の漢字と、さらにのさらに着る。
だから服をさらに着るで、きさらぎって読む、パターンがあるんですね、漢字。はい。これが、語源になっている、由来になっているという説もありましてですね。やっぱ2月はちょっと寒いな、みたいな。まだ寒さが残っているから、その服をさらに着るよねっていうことで、きさらぎという名前がついたのではというストーリーも残っております。はい。結構ね、このきさらぎという名前はですね、その中国説もあるし、その寒いから服を着るもあるし、もっと別のね、ストーリーもあって、はい。なんでこの名前が付けられたのかはわからない。っていうのがきさらぎですね。2月はきさらぎです。私2月生まれなんで、きさらぎに生まれましたね。はい、次、3月。3月は弥生です。うん。弥生って割と聞いたことある名前だと思うんだけど、弥生時代とかね、昔の日本の時代で弥生時代っていう時代がありましたけれども、同じ字ですね。はい。人の名前でもね、女性の名前で結構弥生ちゃんとか、使われる時もあるんですけど、多分この3月の弥生が結構、なんていうの、理由になっている人もいるので、名前でね、弥生がついている人はね。はい。弥生っていうのはですね、弥生時代の弥生なんですけども、漢字もね、ちょっと難しいんですよね。弥生でしか見ないあの漢字をね、使うんですよ。弥生っていう。で、生まれるっていう字。はい。先生の生。で、弥生って、漢字を書くんですけど、これの理由はですね、なんかちょっと面白くて、弥生のやっていう字は、なんか、ますますとか、いよいよという意味があるんですって。で、生まれるっていう字、先生の生には、なんか、草や木が生まれる。新しく生えるという意味から、いよいよ草が木が生える月。3月っていうとなんかちょっと、ね、春なんで、草がいよいよ生えるぞということで、弥生という名前がついたらしいんですね。はい。ちなみに旧暦だと3月下旬から5月上旬の季節を指すらしいですね。指すらしいですね。はい。面白いですね。弥生ってちょっと可愛い名前ですよね。結構人の名前にもね、あったりするよね。弥生って。うん。もしかしたらその人は3月生まれかも。うん。はい。次、4月ですね。4月は、うずきと言います。うずき。うん。うずきはですね、なんだろうね、うっていう感じもまたあんまり見ないみたいな感じなんですけど、卵みたいな感じに似てるんですけど、卵ではございません。うずきと言いますね。うずきはですね、うの花という花が結構日本でよく生えているんですよね。この暖かい時期になると。うの花。なんか白い花なんですよね。綺麗な花なんですけど、うの花のうから捉えてます。うの花が生えるから、うずき。はい。シンプル。ね。うん。いろんなストーリーがあるんですけれども、だいたいこのうの花から来てるのがうずきです。4月。うん。はい。結構ね、1月から6月は結構ね、なんか、普通っていうかシンプルな名前が結構多くてですね。はい。次、5月。さつきです。5月は。さつき。さつきってさ、人の、なんか女の子の名前にめっちゃ多いんだよね。さつきちゃん。私の友達にもいる。さつきちゃん。めちゃめちゃ多いです。さつきちゃん。だいたい5月生まれですね。さつきちゃん。はい。5月はさつきですね。もともとの理由は、さつきっていうのは、さなえつきっていう名前から、ちょっと変化してさつきになったって言われていて、さなえつきのさなえっていうのは、田植えを意味してるんですよね。さなえっていうのはなんか米の、なんか草あるじゃん。米を育てる、稲っていうんだけど、稲の田植えの時期なんですよ、ちょうど。うん。だからなんか米を育てる時期と書いてさなえつき、そのさなえつきが、ちょっと変化してさつきという名前になったと言われていますね。はい、やっぱり日本はね、昔からやっぱ米がすごく大切なんで、その米を育てるみたいなことが結構カレンダーに関わってきたりしてますね。うん。はい。面白いですね。はい。そうで、さつきはめちゃめちゃ日本の名前にいるんですよ。可愛いよね、さつきちゃんって。5月生まれ。
トトロのさ、主人公の姉妹もさ、お姉ちゃんさつきちゃんでさ、妹メイじゃん。ね。メイはさ、英語の5月でしょ。だからお姉ちゃんは和名で、妹は英語名の5月の意味ってことだよね。ね、はやおさん。はやおさん、そういう意味で名前をつけたんでしょ。あれは5月の意味でしょね。うん。はい。覚えやすいですね。だからぜひね、なんか、もしね、今後、なんか日本でなんか子供を産むとか日本の名前をなんかつけたいみたいになった時、5月生まれの子、さつきちゃんとつけるとなんかちょっと可愛いですね。うん。私ちょっとね、好きです。このさつきという名前可愛いからね。はい。はい。じゃあ、6月です。はい。6月は、みなづきと言います。みなづき。うん。はい。これも面白くて、みなづきって漢字で書くと、水がない月って書くんですよ。水がない月と書いてみなづきって言うんですけど、水がないのないは、なんか、無理の無なんですね。無っていう字。無理の無なんですけど、あれはないという意味があるんですけれども、昔はこのないという漢字は、ない、なんていうの、脳のないではなくて、なんていうの、助詞の脳の意味があったんですって。なんか、脳とかのとか、なんかいろんな言葉が出てきてちょっと分かりにくくてすみませんなんですけれども、このないという漢字は助詞のの、何々の何々ののとして使われていたんですね。だから、水がない月と書いて水無月と書くんですけど、水がない月ではなくて、水の月という意味。だから水がある月なんですね。漢字だとないがついてるから水がないのかなと思うんですけど、その反対ですね。はい。この水の月と書いて水無月なんですけれども、これもですね、米。田んぼを水に、田んぼに水を張る季節。はい。田んぼって水に浸ってますからね、パーって。水を入れる季節がこの6月だった。旧暦のね、6月だったので、水無月という名前がつきましたね。うん。はい。だから5月、6月は結構田植え、米作りに関する名前なんですね。はい。振り返りますと、1月はむつき、2月きさらぎ、3月やよい、4月うずき、5月さつきでございます。はい。覚えられない。覚えられない。これね、私、小学校ぐらいの時に多分、テストとかに出てたと思う。12ヶ月の和名を覚えろみたいな。小学校か中学校の時にテストに出てたんだよね。で、めっちゃ覚えた。むつき、きさらぎ、やよい、みたいな。うずき、みなづき、うずき、さつき、みなづきみたいな。一生やってたけど全然覚えられなくて苦労した覚えがありますね。うん。皆さん覚えなくていいんですけど、どういう由来なのかみたいな面白いんでね。はい。次はですね、後半は7月から12月なんですけど、この7月から12月が結構面白くて、はい、ぜひ続けて聞いてみてね。はい、ということで後半は、なんか最近本当に私さ、うまく喋れないの。どうして？ポッドキャスターとしてなんか致命的じゃない？やばくない？ごめんね、みんな聞きにくくて。気を取り直していきます。7月から12月までの和風月名ですねを皆さんに紹介したいと思います。はい。7月はですね、ふみ月と呼びます。ふみ月。うん。ふみ月はですね、現在の8月頃、旧暦の7月は現在の8月頃と同じ時期なんですけれども、このふみ月もね、ちょっと可愛いんですよね、意味が。ふみっていう字は、文章の文とか文字のもとかね、文という感じなんですけど、それでふみ月と書くんですけれども、この月にはですね、その七夕とかがあるんですね。日本だけじゃなくても中国とか、結構アジアの国でのイベントで七夕というイベントがあるんですけれども、七夕の夜によく、なんていうの、
その願い事とか書いたりとかいろんな文章を書いたりしていたらしいんですよ、昔の人って。七夕の夜は特別な夜ということで。それでなんかいろいろ書きながらその夜の風に当たっていた季節っていうことで、踏み月、その文章とか文字の漢字を使って踏み月と呼ばれるようになりましたね。はい、おしゃれって感じですよね。あれだね、夜風に当たりながらなんか文字を書くって今の日本の8月頃じゃもう考えられない。もうクーラーつけてみたいな、窓を閉めてクーラーをつけてみたいな、夜風なんて当たっていられませんっていう感じですけれども、昔は多分もうちょっと涼しかったんだろうね。はい、いいですね。なんかその時のなんか人たちの生活のなんかこうスケジュールみたいなものが知れて、その楽しいですね、この名前はね。はい、次8月。8月は葉月です。葉月。葉っぱの葉に月と書いて葉月。はい。これもですね、女の子の名前よく使われますね。8月生まれの葉月ちゃん。私もね、前学校のなんか先輩みたいな人にいました。8月生まれの葉月ちゃん。今はちょっとなんか葉月という名前ちょっと珍しいのかわかんないけど、まあちょっと前はねよくいましたね。5月はさつきで8月は葉月みたいな。かわいいよね、なんか葉月ちゃんとかね、名前がね。はい、これはですね旧暦の8月にあたるんですけれども、現在の8月下旬から10月上旬頃らしいんですよね。8月下旬から10月だから夏から秋に変わる時期がちょうどこの葉月の時期でして、なので、秋に入って葉っぱが落ちるから葉っぱと書いて葉月らしいですね。なんか8月っていうとすごい葉っぱが元気のイメージね。今の感覚で言うとそういう感じがするんだけど、旧暦で考えるともう秋になるので葉っぱが落ちる季節だったみたいですね。はい、葉月ちゃんですね。葉月もいいな。さつきもいいけど葉月も可愛いよな。8月生まれだったら葉月って名前つけるとねいいかもね。はい、でも女の子ですね、こういう名前がなんか男性で葉月、なんか月がつくとなんか女性のイメージ結構あるのはなぜなのだろうか。さつきも男性よりやっぱ女性が圧倒的に多い名前かな。はい、はい、次いきます。9月。9月はですね長月。長月です。はい、長い月と書いて長月。これはちょっと想像できるかもしれないんですけれども、9月、旧暦の9月は現在の10月頃です。なのでですね、秋の夜長を表す夜長月に由来すると書いておりますね。10月頃になると夜が長くなるんだよね。お月見とかありますけれども、月を見るみたいなねイベントみたいなのがねあったりもしますけれども、だから月が長いから月が長いっていうとなんかビューンって伸びてる感じがしますけど、夜の時間が長いってことですね。はい、なので9月は長月ってことですね。はい、今の時代の9月だとなんかちょっとまだ暑いしと思うかもしれないんですけれども、旧暦だと現在の10月頃になってるってことですね。はい、次です。問題は10月。10月がめちゃめちゃおもろい。急になんか日本バーンって感じです急になんか日本っぽいバーンって感じの名前が出てきます。10月は神無月。神無月、なんかかっこいいよね、神無月。はい、漢字はですね神がない月って書いて神無月です。はい、さっきはね水無月、6月の水無月は水がない月と書いて水の月の意味があったんですけど、今回の神無月のなのないは本当にないの意味です。ないの意味ですね。はい、はい、10月はですね、収穫祭とかあったんですよね。なんか作物が取れる時期、収穫祭とかあっ
で、なんか作物の実りを神様に感謝するという月で、神の月という名前もある。だから神無月の名は野の意味でもあんのかな。どっちも使えるのかな。神の月という意味もありますし、もう一つはですね、10月の確か11日から17日まで、日本のすべての神様が、島根県の出雲大社に集まるというなんか神の神会議みたいな、神たちの会議みたいなのがあるんですって。はい、日本はね昔から八百万の神といって、神様、いろんなものに神様がいるよっていう、全てのものに神様がいるというのが日本の宗教的な教えなんですけれども、神道のね教えなんですけれども、そう10月の11日から17日までに島根県の出雲大社に全ての神様がパーっているんですって。はい、だから島根県以外は神様がいない月になる。なので神無月、神がない月って書いて神無月って言われるようになったっていうストーリーもあります。うん。はい。なんで出雲大社、島根県の出雲大社っていう神社、神社なんですけど、神社はものすごく有名で、ものすごく有名な神社なんですけど、なんでかここに集まるかというとですね、出雲大社はなんて言うんだろうね、そのいろいろな神様のにもやっぱお母様がいらっしゃるんですね。はい。神々を産んだ神々の母がいるんですね。はい。でその名前は、イザナミっていうんですけど、聞いたことある方いると思うんですけれども、なんかペルソナのゲームのねペルソナの名前とかについてたり、ちょっとゲームのなんかキャラクターの名前とかなんかついたりして、なんか聞いたことある方いるかもしれないんですけれども、そのイザナミは神々の母なんですね。このイザナミが亡くなったのが、10月で、亡くなった場所なのかながその島根の出雲という土地なんですよね。うん、なのでお母さんが亡くなってた場所と亡くなった月に合わせて世界中じゃない、日本中の神々がその出雲の、出雲大社の神社に集まるらしいんですよね。はい、そこで、神有祭っていうのかな、神が今度はあると書いて、ないってさっきの漢字だったんですけど、ある、存在の在っていう感じですね。で神がある祭りと書いて神有祭っていうのかなっていうお祭りが実際にその出雲で行われます。その10月に、そう10月11日から17日の7日間だった気がするんですけれども、本当にあるんですよ。なのでですね、一般的に私たちは10月のことを和名で神無月、神がない月と書いて神無月って呼ぶんですけれども、島根県の出雲地方の方だけは神有月と言うらしいんですよね。はい。なんか理由は私たちのところには神様いらっしゃらないんですけれども、出雲の方たちのところにはみんな集まってるので神様いるよねっていうことで、その人たちだけは10月は神有月と呼ぶらしいですよ。おもろーい。へーって感じですね。そうだから10月もし日本旅行行く方、ぜひ島根県の出雲の地方に行ってみると面白いかもしれませんね。なんか神様を迎えるいろいろな、イベントがたくさん行われているのが10月らしいです。はい、知らなかった。神無月っていう名前は知ってるんだけど、聞いたことあるんですけど、そういう理由があったんだみたいな感じですね。うん。はい。残り2つ。11月ですね。11月は霜月と呼ばれます。これはシンプルですね。霜月の霜はなんか寒い時にさ、なんか白い貼るじゃん、窓とかにパリパリパリって、あれは霜って言うんですけど、あれが出る月なんで霜月。はい。だから寒いんだよって。11月ね。はい。で最後ですね、12月、これもね面白い名前があって、12月は師走です。師走。はい。月がつかないんですね、この名前。全部月なんとか月とか言ってたのに、12月は師走です。はい。
これがね、私覚えらんなくて、小学校とかの時のテストで。12月師走ってなんかめっちゃトリッキーじゃん。なんとか月って書いてんのにさ、いや、お前月つかないんかいみたいな。ね、12月だけイレギュラー。はい。これはですね、師匠の師が走ると書いて、師走と呼ぶんですね。師匠の師が、走ると書いて、師走。で、なんでこの名前になったかというと、12月ってやっぱいろいろお忙しいんですよ。なんか最後の月なんで1年の。はい。で、お正月の準備とかもいろいろありますから、いつもこのなんか、ゆったりしている、いつも冷静なお師匠様たちも、お忙しい忙しいっつって、走り回るから師走と呼ばれているらしいですね。面白いですね。この師走の師っていうのは、なんか、なんていうの、お坊さんとか、神社の神主さんとか、ああいうお仕事の方たちですね。が、なんかお寺とか神社とかで、忙しいって走り回ってるから、師走。師が走ることで師走と呼ばれていたらしいです。はい。なので1月からね、一気に行くとですね、1月は六月、2月如月、3月弥生、4月卯月、5月さつき、6月みな月、7月ふみ月、8月は月、9月長月、10月神無月、11月下月、12月師走。以上。はい。覚えられました無理なんだけど。でもね、結構見ます。この名前。日本のカレンダーに書いてあったりとか、その小説に出てきたりとか、なんかいろいろなところに出てくる名前なので、もし見たら、そういえば、はるかさんがポッドキャストで言ってた、これは月の和名だ。ね。弥生って書いてあったら3月のことだ。みたいなね。ピーンってくる可能性があるので、一応頭に入れておくと役に立つかな。はい。以上です。はい。まあね、なんか他にもこういうなんか、実は知らなかった和名みたいのがあればね、紹介していきたいなと思います。結構あると思うんだよね。なんか、教科書とかには絶対載ってないし、JLPT にも出ないし、みたいな。だけど、日本人にとってなんか常識なもので知っておくと便利なものっていろいろあると思いますので、はい。引き続き、春の日本語をよろしくお願いいたします。面白いと思った方は、グッドボタン、チャンネル登録お待ちしております。はい。今日は和風月明のお話でした。今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをご覧ください。そしてですね、メンバーシップ、YouTube メンバーシップが始まりまして、もうすでにね、ゲームだけのメンバーシップが始まってるんですけれども、新たに新しいメンバーシップもあるので、詳しくは私の YouTube チャンネルをご覧ください。はい。あとはですね、サニーサイドジャパニーズポッドキャストという他の先生とやっている会話式のポッドキャストがあります。こちらも中級者上級者向けのポッドキャストで、いろんなトピックについてなんか2人で議論するみたいなチャンネルなので、ぜひ、こちらもフォローお願いいたします。はい。そしてゆうゆうさんとやっている春とゆうゆうのゲームで日本語というゲーム日本語チャンネルもポッドキャストチャンネルもあります。はい。最近はね、ゆうゆうさんと2人でマインクラフトにめちゃめちゃハマっておりまして昨日もマジで2人で2時間半ぐらいプレイしてたんだけどいやマイクラマジ久しぶりにやるとマジで面白いね、あれ。なんかいやおもろ、なんかバカにしちゃうじゃん、やっぱマイクラみたいな、なんか昔やってたわみたいな、ねみたいな、なんか子供がやるゲームねみたいな思うかもしれないんですけど、めちゃめちゃ奥が深い、めちゃめちゃおもろいゲームですね、あれは。本当に作った方グッジョブかける100って感じですね。本当に面白いですね。はい。他にもね、私いろいろゲームを最近やってるので、ゲーム話は、おやすみポッドキャストで
話ししたいと思います。おやすみポッドキャストは、メンバーシップになると聞けますのでよろしくどうぞ。はい、以上かな。まあね、日本だとねやっぱ3月4月っていうのは別れの季節であり始まりの季節でもありみたいな感じなんですね。もう街にはですね卒業式の学生がたくさんいてですね、みんな花束持ったりとか、なんか写真撮ってたりとか、なんか着物着てたりみたいな人たちがいっぱいいて、日本語学校卒業の方もいらっしゃいますよね。卒業おめでとうね。国に帰るって方もいるし、働くよって方もいるし、進学します、大学院専門学校行きますっていう方もいると思うのでね、みんな頑張ってこうね。私もねなんかもっともっと皆さんの役に立てるようなコンテンツを作っていこうと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、それではまた次回。